こんばんは。いただいた DM の中でもね、またシェアしたいなって思うのがいくつかあって、それを読んでもいいですか？カノンさん、私の中で少し成長したなと思ったことがあるので聞いてください。なんとなくこの人いいな、いい人だなって思って少し気になっていた人がいて、でもその人が今度結婚するということが分かりました。話しやすくて優しくて、こんな人が旦那さんなら幸せかもなとか思ったりもしていたので、聞いた時はショックで、この人だと思ってたのになーなんて勝手に落ち込んでました。このままだと不安や焦りに取り込まれるなと思って、そこからずっとカノンさんの動画や集めている言葉集を読んだり、過去の投稿を見たりしていました。そしたら分かったんです。私なんでショックなのか。あれだけ理想の人と結婚して幸せな家庭を築く。そのために覚悟を決めて、なんかうまくいかなくたって諦めないって決めてたのに、淡い期待になんだか少し浮かれて、これが全てだって、年齢的にも最後かもなんて思い込んでいたなって。どんな時も私を安心させる味方でいると決めたのに、今私はものすごく自分を不安に追い込んでるな。結婚して可愛い子供を産むのが夢って昔からずっと思ってるその夢で自分を追い込んでるのかもなって。それがもしなくても私は私を幸せにしたいし、今回思うようにいかなくても私が理想の人と結婚することを諦めなければいいだけなんだよな。だって私覚悟決めたでしょ。そんな脆い覚悟だったのって、自分で自分をゆっくり見つめることができました。この人だと思ったけど、でも正直これがこうで、こっちの方が私的に安心するなとか、冷静に考えると、また私の中でのこんな人がいいなもブラッシュアップされて、そんな人と出会えたら嬉しいな、それまでまたコツコツ内側を磨こう、そう思えてきました。きっとこの生き方を知らなかったら、勝手に絶望に自分を追い込んで、カノンさんを知らなければこんなに毎日幸せに生きて、私の内側を大切にしているのに、小さないいことだってたくさん起きているのに、なんでこんなにショックなことが、やっぱり私には無理なのかな、私には叶えられないのかなって決めた覚悟を忘れて、もっと悲しんで泣いて、この生き方そのものを恨んでいた気もします。笑い。でもカノンさんが現実に現れてくれて、諦めないって決めたから、この世界を愛で見ると決めて、私はその世界で誰よりも私を幸せにすること、幸せを振りまける人になると決めたから。これからどうなるのかなんてわからないし、もしかしたらずっと一人かもしれない。そんな不安を抱えながら、でも見てて私、絶対あなたをもっと安心できる世界に連れて行ってあげるから。紆余曲折を経て、今やっと私にそう言ってあげることができました。きっと一番叶えたい願いだから、傷つきたくなくて少しのことで諦めちゃいたくなるけど、こんなこともあるよね、違うかったってことだよねって私を励ましつつ、また世界を愛で生きたいと思います。カノンさんがいなければきっと何日も引きずって辛い今日を迎えていただろうな。ありがとうカノンさん。私また少し理想の人に近づいた気がします。力みすぎず、なくても幸せ、そんな軽やかさで日常を過ごし、体欲だけは胸にしまって、これからも変わらず毎日を過ごしていきますってメッセージをいただきました。ありがとうございます。もう素晴らしいね。このね、この筋力というかさ、なるほどね。これじゃなかったらね、この道じゃなかったらなるほどねっていう。なぜならこの道だと思ったのはエゴの私だから。それ以外の 95% の見えざる力が描いているシナリオは今私には見えないから。そうやって自分の人生を見られる力強さ、心強さって本当に半端じゃないと思うんだよね。自力じゃないところで
大きなシナリオが描かれていくから、自分ができるできないで判断してる場合じゃないなっていうかさ。だってそれによっても私はもちろん幸せになるけど、私と結婚した人も幸せになるし、その結婚した家族も幸せになるわけじゃん。そしたらもう私が諦めてる場合じゃないじゃん。みたいなことをなんかいつも自分に思うのよね。他人は諦めてもいいけど、私だけは諦めちゃいけないって思ってるからさ。もう親も諦めていい。友達も諦めていい。私だけはそうだよねって言いながら心の中では絶対諦めない。もちろんさ、もうそんな風に思えないよって思っていていいんだよ。持ち上がらない自分を責める必要ないしさ、持ち上がんないよね。こんなんで持ち上がったらおかしいわ。つってさ、ふて寝してていいしさ。いや、こういう時にさ、しっかり落ち込む。この時間もさ、ほんと嫌だけど届いねって。そうやって思いながらさ、お布団かぶってていいと思うんだよな。だってそれがあるからさ、それを乗り越えた後にさ、それを今乗り越えようとしている人の気持ちがわかるわけじゃない？今手を差し伸べた方がいいのか、いや今見守ってた方がいいのか、ご飯食べに行こうって言った方がいいのか、自分なりにできる最大限の愛の最大出力はできるわけじゃない、その人に対して。本当に大事だよね、そういう経験もね。カノンさんのお話を聞いてると心の底からパワーが湧き上がるのですが、自分の年齢とどう向き合えばいいのか難しくて、あと10年はかければと考えてしまいます。向き合う必要がなくない？自分の年齢というのは、人が決めたことっていうかさ、人が決めたことって何歳で何をするとかっていうのはさ、それ私が決めてることじゃないし、そこにあんまり責任を持つ必要も向き合う必要もないと思っていて、私は今このエネルギーで、何をしたいかとか、どういう未来が来たいのかっていう、私はね、そこの一点突破でいきたいなと思ってるの。それで、それはどういうお金がかかるとか、それは何歳じゃないとできないとか、それは言ってみて考えようよ、みたいな感じ。私は今の私で最高の勝負をするっていうこと以外考えてないっていうか、もう今以外ないからさ、自分の細胞がね、最高にいい状態で振動していったら、同じようにいい状態で振動している人と必ず巡り合うから。で、その中にはさ、結婚したいなと思う人も、友達となる人とか仕事相手とかさ、出てくると思うんだけどさ。でも、究極はさ、なんか心通い合って本当に、いいねとかさ、わかるわかる、そういうのあるよねとかさ、そういう会話をしてる時のこの至福感みたいなものとか、一人じゃないんだ、同じようなことを思う人もいるんだとかさ、こういう悲しみを分かち合えるっていうのがありがたいなって思う、繋がっている感じとかさ、自分が得たい宝物みたいな感情って日常にたくさん散りばめられてるじゃん。なんか結婚とか就職とか、そういう三次元的な現象のワードでくくると、すごくそれが大きなものになって、自分の人生から当事者意識がヒュッと薄くなっちゃうんだけどさ、結局それって誰かが決めた三次元的な概念なわけじゃないですか。自分の人生で自分が一番心地よい状態にするっていうのは自分に全責任があるし、そのためにできることっていうのはエネルギーを高めていくことっていうことが分かっているし、で、そのエネルギーを高めるためにこの森羅万象とか自然とか人とか音楽とかいろんなものがカタログとして僕たちを使ってねっていうものがあるから、全ての原材料は今ここにあるのね。私も年齢との向き合い方どうすればいいか考えてたのでお答え聞いて元気になりました。年齢ね、本当に関係がないと思ってんだよね。楽しく生きてればそれがもう最適年齢じゃないのかなって思う。